こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、トヨタ自動車から発売が開始された改良版 GR ヤリスの RZ グレードの内外装を中心に、上位グレードである RZ、ハイパフォーマンスと比較することで、RZ グレード購入検討中の方の参考となれば幸いです。それではご覧ください。まずは、価格差についてです。GR ヤリスには3つのグレードが設定されており、十分に高性能なグレードですが、ベースグレードとなっている RZ グレード、RZ グレードの走行性能をより高めた RZ、ハイパフォーマンス、モータースポーツ参加を前提とし、快適装備などが簡素化された RC グレードが設定されています。今回着目する RZ グレードと RZ、ハイパフォーマンスの価格差は約50万円となっており、この価格差がこれから紹介する装備差によって埋まるかどうかでどちらのグレードを購入するかを判断いただければと思います。まずは、両グレードで変わらない部分についてです。こちらは RZ グレードの展示車両となっており、ボディカラーは今回の改良タイミングで追加されたプレシャスメタルとなっています。両グレードにて外反色の選択肢に差分はなく、ご覧の5色のバリエーションの中から好みのカラーを選択することが可能となっています。続いて、外観に関してもほぼ両グレードにて差分はありません。GR ブランド車両の象徴となっている四角開口された大開口のグリルによって、コンパクトカーとは思えない迫力を持ったフロントフェイス、ボディ剛性アップのために3ドアとし、空力特性を良くするためになだらかに傾斜するルーフライン、前後タイヤの踏ん張り感を強調するサイドシルエット、一目で GR ヤリスとわかる今回の改良で形状が変更された、一文字のテールランプや、大きく張り出したリアフェンダーが形成するリアの造形といった GR ヤリスの基礎のフォルムは RZ ハイパフォーマンスで共通となっています。若干の差分としては、フロントフェイスロアのブラック部分、リアバンパーブラック部分が RZ、ハイパフォーマンスではピアノブラック、RZ では半ツヤのブラックとなっている程度であるため、質感に差があるということもなく、ほとんど気にならない要素かと思います。使い勝手の部分に関しても差分はなく、こちらが GR ヤリスのトランクルームとなっています。ベースがヤリスであることと 4WD 方式を採用していることで横方向へのえぐりもそこまで確保されていないためトランクスペースとしては狭くなっており床下のスペースとしても必要最低限となっていますがトランクスルーが可能となっておりタイヤ4本を詰めるスペースが担保されているなど RZ グレードでも十分サーキットユースに対応可能となっています。続いて運転席周りになります。こちらも装備内容に関しては差分はありません。ステアリングはこのようになっており、GR のロゴが配されたものとなっており、こちらもグリップ形状が工夫されることで握りやすい形状となっています。メーターには通常ヤリスの改良版でもフル液晶メーターが採用されていましたが、GR 専用仕立てとなっており、地図画面表示など日常使いに適した表示を備えつつ、運転に必要な情報のみを表示するモードも設定されていることで、その時々に合わせた最適な情報表示が可能となります。運転支援系装備も充実しており、プリクラッシュセーフティの機能や、白線中央を維持するようハンドル支援するレーントレーシングアシストの機能などが、RZ、ハイパフォーマンスともに標準装備となっています。ナビ画面とメーターが一つのパネルとなっており、ナビ画面がドライバー側にオフセットされていることで囲まれ感がより高まっています。この8インチナビは RZ、ハイパフォーマンスともに標準装備となっており、このナビ機能をディスプレイオーディオプラスへとアップデートすることも可能であり、JBL サウンドシステムやアクティブサウンドコントロールも合わせてオプション設定されていますが、RZ、ハイパフォーマンスにとってもオプションであるため、グレードの差分としてはありません。その下にはエアコン操作パネルやシートヒーター、ドライブモードの切り替えスイッチなどが配置されています。これらのスイッチ配置もドライバーが4点式シートベルトなどを装着し、シートに密着した状態でも操作しやすいようにレイアウトが工夫されているそうで、モータースポーツの現場で鍛えられた車両であることがよくわかります。
その後ろには握り心地が良く、ショートストロークなシフトノブがあり、その後ろには手引きのサイドブレーキとドリンクホルダー、小物入れが配置されていたりと、レイアウトや装備内容に関して RZ、ハイパフォーマンスと RZ で差分はありません。細かな違いとしては、RZ ハイパフォーマンスでは内装色の組み合わせとして、ブラックおよびブラック、レッドの組み合わせから選択できる点であり、ブラック一択である RZ グレードと見た目の差別化可能となっています。ここから RZ、ハイパフォーマンスの装備の違いについて紹介します。まずは、スポーツカーとして最も重要な要素であるパワートレーンについてです。パワートレーンとしては 1.6 リッター直列3気筒ターボエンジンに、スポーツ走行用に開発された 4WD システム、GR4 が RZ、ハイパフォーマンスの両グレードで共通して採用されており、さらに今回の改良のタイミングで、新開発の AT 仕様が追加されていることがポイントです。全日本ラリー選手権での厳しいモータースポーツの環境下で限界が見極められ、その環境下でも破損しない対策を加えられた結果、出力、トルクが向上していたり、あらゆる路面状況においても四輪へのトルク制御を適切に行うことでトラクションを失うことなく、エンジンのパワーを路面に伝える GR4 が両グレードで搭載されており、スペックとしては共通となっています。よりサーキット志向の使われ方を想定する場合、装備内容に差が出てきます。まずは、トルセン LSD の有無です。RZ に搭載されているオープンディファレンシャルの場合、左右輪どちらかがスリップすると空転しているタイヤにばかりトルクが伝達されてしまいますが、LSD の場合、左右輪のスリップ状態を検知し、必要に応じて作動を制限することで、コーナリングで立ち上がりやコントロール性能が向上する装備となっており、こちらが RZ、ハイパフォーマンスにのみ装備されています。また、サーキット走行などの高負荷走行の場合に発生する熱対策アイテムとして、こちらの画像のアイテムが挙げられますが、これらアイテムのうち、RZ ハイパフォーマンスでは標準装備となっているものが、RZ では標準装備となっていなかったり、オプション装着する必要があったりするものがあったりと、細かな差別化がなされています。当然ですが、RZ ハイパフォーマンスは購入したそのままで高負荷走行を想定した装備が与えられており、RZ グレードにはその装備がなく、オプション選択する必要がありますが、メーカーオプションとなっている点も要注意です。続いての装備の違いとして、足回りの装備の違いが挙げられます。まず、ホイール関連についてです。ホイールデザインが RZ、ハイパフォーマンス、RZ グレードで異なっており、見た目の印象も少し変わってくるポイントかと思います。また、素材に関しても RZ が鋳造製に対し、RZ、ハイパフォーマンスは単造製となっていることで、より軽量化が図られています。足回りの軽量化は運動性能の向上に直結するため、スポーツカーにとっては重要なポイントかと思います。また、見た目に関しても RZ ではブレーキキャリパーがブラックに対し、RZ ハイパフォーマンスではレッドに塗装されています。こちらは好みの問題かと思いますが、一目で RZ か RZ ハイパフォーマンスかを見分けられるポイントとなっています。また、サスペンションチューニングも異なっており、RZ ハイパフォーマンスはサーキット走行での限界走行を想定したものとなっているのに対し、RZ はワインディングからサーキットまでの幅広いシーンでの使用を想定したものとなっているそうです。このあたりからもグレードのコンセプトの違いを感じます。最後に内装関連の違いとして、シート形状が挙げられます。こちらは RZ グレードのシートとなっていますが、シート形状がこちらの RZ ハイパフォーマンスグレードと異なり、サイドの張り出しが少なくなることでサポート性が下がっていることがお分かりになるかと思います。この形状からも RZ ハイパフォーマンス仕様では、高負荷走行時にドライバーをしっかり支えるコンセプトに対し、RZ 仕様ではサポート性を下げることで、日常シーンでの快適性を図る意図が見受けられます。また、質感に関しては素材が異なる点がポイントであり、RZ ハイパフォーマンスでは合皮のシートに対し、RZ グレードではファブリックとなっており、質感に関しても差別化がなされています。
おそらくこの素材の違いが唯一走行性能以外でのグレード間の質感の差分がはっきり感じ取れる部分であり、RZ でもオプション変更できればよかったかと思います。結論となります。ここまで紹介してきた装備差分をこちらにまとめました。自身の考えとしてはホイール素材の変更や LSD の追加、シート素材の変更など大きな変更点が多々あるため、RZ ハイパフォーマンスと RZ の価格差には納得感があるかなと思います。ただ、装備の差分に関しては RZ グレードをベースに、サーキット走行など GR ヤリスで高負荷走行を想定している方向けの装備を追加していく形となっているため、ワインディング中心に使用し、たまにサーキット走行を行う程度の使用の想定であれば RZ グレードで十分という結論です。RZ グレードを購入し、浮いたハイパフォーマンスとの差額を見た目のカスタムなどの代金に充てるのが個人的にはおすすめかなと思います。購入検討の参考となれば幸いです。今回の動画の内容は以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。また、ブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を発信しておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。これからも自動車好きの方の参考となる情報を発信していくよう努めてまいりますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。